今回はオープンデータを分析すると題し、お送りします。オープンデータは、一般に公開されたデータのことです。今回使用するオープンデータは、厚生労働省の、ある疾患の陽性者数のデータです。今回、取り上げる内容は、データフレームに取り込む。そして、グラフ化するの2つです。こちらに示すコードは、前回紹介しましたリストに CSV ファイルを取り込む方法です。インポート命令で CSV モジュールを取り込みます。そして、WithOpen でファイルを読み込むモードで開きます。そして、それをリストに取り込み、表示するプログラムでした。オープンデータは、こちらにアップロードしています。このデータを、このプログラムで取り込んでみましょう。それでは、このプログラムを実行してみます。すると、このようにリストでデータを表示することができます。このようなリスト形式では、統計処理やグラフ化するのに不便ですので、データフレームを使用します。データフレームは、表形式のデータ構造で、行と列で構成されています。この形式は、データベースのテーブルやスプレッドシートに似ています。また、データフレームは、データ分析や機械学習で広く使用されています。データの整理、加工、分析、可視化などに役立ちます。データフレームの特徴としては、行と列で構成されています。また各列は、異なるデータ型を持つことができます。データの追加、削除、変更なども容易に行えます。その他として、統計分析や機械学習のアルゴリズムに適用しやすい機能を持っています。このデータフレームを用いるには、Pandas ライブラリーを使用します。また、CSV ファイルをデータフレームに取り込むには、Pandas ライブラリーのリード_CSV 関数を使用します。それでは、具体的な方法について説明します。最初にインポート命令で Pandas モジュールを取り込みます。また、略称として PD と名前を付けておきます。そして、pd.read、csv と書き、括弧の中にファイル名を指定します。この記述でデータを読み込むと DF にデータフレームとしてデータが設定されます。そして取り込まれたデータフレーム DF を、こちらのプリント文で表示します。ドットヘッドとしているのは、先頭の5行を表示する設定です。この中に数値を設定すると、設定した行数分だけ表示されます。まとめると、このようなコードで CSV ファイルをデータフレームに読み込むことができます。それでは、ファイルの部分を具体的なファイル名に変更して実行してみましょう。このコードでは、6行目に追加機能として、データフレームの行数を連関数を使用して取得して表示しています。それでは、実行してみます。すると、このような形で CSV ファイルをデータフレームに読み込み表示しました。1列目がデート日付。2列目以降が都道府県別の陽性者数を表しています。また、all は全国の陽性者数の合計値を示しています。そしてここに、全体の行数。1209件データがあることがわかります。今、5行目のヘッド関数の中が空白となっている場合は、5行表示ですが、これを10に変えてみましょう。すると、このように10行表示に変えることができます。それでは、読み込まれたデータをグラフ表示してみましょう。まずは、プログラムの実行結果を見てみましょう。すると、このように折れ線グラフで感染者数の推移を見ることができます。X 軸に日付を表示しています。そして、Y 軸にall。つまり全国の合計を表示しています。それでは、プログラムを見ていきましょう。最初にインポートでデータフレームを使用するため、Pandas を取り込みます。次に、グラフ描画のためのライブラリーとして matplotlib.pyplot を取り込みます。また、略称として、PLT と命名します。そして、
4行目で DF に CSV ファイルを読み込みデータフレームとします。次に、デート列は日付型に変換するために toDateTime 関数を使い変換します。次にグラフ描画ですが、plt.figure として、グラフのサイズを 12×6 に設定します。この詳しい内容は、後のプレゼンテーションで説明します。9行目の plt.plot は折れ線グラフの作成のための命令です。括弧の中には X 軸、Y 軸データを入れています。今回は、X 軸として、デート列、Y 軸としてオール列を設定しています。そして、X 軸のラベルにはデートを、Y 軸のラベルにはオールを設定します。また、12行ではグラフタイトルを設定しています。13行目は、リット表示を有効としています。14行目は、X 軸のラベルの回転角度を45度にしています。これは水平に表示すると隣のラベルと重なる危険性があるため、このような設定となっています。そして、15行でグラフのレイアウトを調整し、16行目でグラフを表示しています。以上で、プログラムの説明を終わります。